はいどうもストックロクです。今日はですね、以前紹介したレーザー墨出式とはまた違った価格帯のレーザー墨出式を紹介していきたいと思います。今回はですね、ドボーさん、これなんか調べたらチェコ語みたいなんですけど、ドボーっていう発音でした。日本語読みだったらなんかドボーって感じですね。ドボーさんの H3 の 360G っていうモデルになります。今回はこちらを紹介していきたいと思うんですけれども、価格がね、以前紹介したシグマンのレーザー墨出式、あれの倍以上の価格で販売されているレーザー墨出式になります。なのでまた一段階レベルが上がってくれることを期待しているんですけれども、価格に見合った製品なのか、そのあたりをね今回検証してお伝えできればなと思っております。ということで早速こちら開けていきたいと思います。で今回ねクーポンいただけるってことだったので、もしいいなと思って欲しいなと思ったら概要欄に貼ってあるクーポンを利用してね是非購入してみてください。じゃあ箱開けます。ドン。おお、ドボーハードケースですね。これまた今までとは全然違う電動工具が入っているようなハードケースに収められております。なんか全然サイズ感が全く違うんだけど、これ以前紹介したシグマン、これもつい先日紹介したラスゴー、こうして並べてみると大きさは大中小って感じですね。全然箱の大きさが違ったものになっております。楽しみだね開けるの。はい、パカン。はい、こんな感じですね。上の方に説明書が挟まってましたけど、ドボさんのユーザーマニュアル説明書になっております。日本語はどうかな。なんかシールが入ってましたね。シールには日本語がありますね、一番下に。ってことはマニュアルも日本語があるのかな。また結構分厚い説明書になってるんですけど、あった。ここにね JP って書いてるページになるんですけど、後半にまとまってますので日本語の説明書がしっかり付属されております。じゃあ付属品です。本体やっぱり想像通りでけえな。こちらが、ドボーさんの H3 の 360G っていうモデルのレーザー墨出式になります。360度のフルラインのレーザー墨出式になっております。だからシグマンさんと一応仕様は似てるのかな。ただねでかい、しっかりしてそうな感じではあるんだけどね。じゃあ本体とよいしょ。レーザー直接見続けると目に相当悪いので、多分それを防止するための保護メガネ。すげえ、ブラケットがでけえ。なんか今までとまた違った仕組みのブラケットですね。それとなんか白い袋に包まれてますけど、よいしょ。 USB のアダプターですね。 USB のアダプターついてるってなかなか珍しいかもしれないですね。5V1A なんで非常に標準的なアダプターですけれども、 USB のアダプターが1個付属されております。でこれが USB の Type-C のケーブルですね。 USB の Type-C Type-A のケーブルになります。それとなんだこれ、バッテリーパックだ。バッテリーパックが2つ付属しております。なので取り替えられるんですね。こいつは内蔵型バッテリーではなくて、今回はしっかりバッテリーパックが別に用意されていて、これを取り替えることで連続使用ができる、そんな仕様になってるようですね。これはやっぱりちょっと違うね。これなんだろう。バッテリーの充電器かな。充電器が1個付属しております。これレーザー見るやつですね。僕あんまり使ったことないですけど、当然スタンド型になっていて立てられるような感じになっております。ということで入ってるものは以上になります。充電はこんな感じになってますね。サクッと入れる感じです。このタイプ C を充電器側に差し込んで、タイプ A を USB のアダプターですね、これに差し込んで、あとコンセントに挿してもらう。それで充電になります。ここがインジケーターになってるみたいです。今赤く光ってますので、おそらく完了したら緑になるんでしょうね。ということでまず充電していきたいと思います。はい、ということで先に仕様を説明してしまいたいと思います。まず2個ついてたバッテリーなんですけれども、1個あたりの容量は 2600mAh ということで、そのね電池の充電時間なんですけれども、なんと約6時間です。結構長いですよね。ちょっと時間かかるなと思ってたんですけど、こいつすごくいいところがありまして、電池持ちがちょっといいです。前に紹介したシグマンのレーザー墨出式は 4000mAh の内蔵バッテリーで動作時間が6時間だったんですね。でもこいつはフルラインで使った状態でもう8時間ということで、2時間ほどバッテリー持ちがいいです。容量が少ないのにバッテリー持ちがいい。なんでなんだろうね。でレベリング精度、
10メートルあたりプラスマイナス2ミリになっております。これ今まで紹介してたの5メートルあたりプラスマイナス 1.5 ミリだったんですよね。なので若干精度がこっちの方が高いと。あとはセルフレベリングの範囲ですね。これはですねプラスマイナス4度っていうことで過去に紹介したものと何ら変わりはありません。なので今までのものと使用上違うのは稼働時間とレベリング精度、この辺りになってくるのかなと思いますね。あとは使ってみてレーザーが明るいのかとか、そういったものをね、これから比べてみたいと思います。ただね、今これパッと見てる感じなんだけど、明らかに今までのより明るいと思います。今ぐるぐる回してるので、壁の線がぐるぐる回ってる状態なんですけど、なんか今までのやつよりはっきりくっきりしてるような気がするんですよね。そのあたり実際にレーザーを出してみて比較してみたいと思います。次はね、具体的な使い方ですね。まずこの操作パネル、3つのボタンがあります。で、電源オンはこの真ん中ですね。この真ん中のボタンを長押しすると電源がオンになってレーザーが照射を始めます。この電源オンにした時のレーザーの照射なんですけど、マニュアルモードになってますので、どんな角度でもね、自動調整しないような状態でレーザーが出るっていう感じです。で、必ずオンにした時はね、この水平ラインしか出ないみたいですね。これちょっとデメリットにもなるのかなと思うんですけど、垂直ラインを出したい時は V ですね、 V ボタンをポチッと押さないとラインが出てこないっていう感じになります。この垂直ラインも2箇所あるんですよね。これが起動した状態、水平ラインしか今出てません。上だけ光ってます。で、 V っていうボタンを1回ポチッと押すと、はい、こっちだけ光りますね。で、もう1回押すと、はい、切り替わります。こっちが消えて手前側ですね、これが光ります。で、もう1回押すと両方光った状態になってフルラインになります。で、もう1回押すとオフになるということで、これ電源入れた時は水平ラインしか出ないので、フルラインで使いたいって時は毎回この V のボタンを3回押す必要ありますね。1、2の3と。で、この H はですね、この水平ラインのラインを消すと、この切り替えですね。で、この電源ボタンを今長押しでオンにしたんですけど、もう1回長押しにするとね、はい、消えます。で、これなんで長押しになってるかというと、電源オンの状態で短くポチッと押すと、これ真ん中のこのなんかランプが光るでしょ。これパルスモードって言って、屋外なんかで線が見にくい時に、受光器、光を受ける機械、別にあるんですけれども、それを使う場合はこのパルスモードをオンにしてくださいっていうことでした。で、今マニュアルモードの説明をしたんですけれども、振り子のロック、いつも通りサイドの下の方についております。こっちのスイッチをスライドさせるとオートレベリングモードの電源オンになります。なので置いた状態でスイッチをオンにすると、今ライン出てるんですけど、プラスマイナス4度の範囲であれば自動的に水平垂直を調整してくれると、そういった形のオートレベリングですね。はい、勝手に水平垂直を取ってくれるモードになります。こちらのモードもオンにした時水平ラインしか今出てませんので、必ずフルラインで使う時は V ボタンを1、2の3って3回押す必要がございます。ここはちょっと手間かなと思いますね。で、スイッチを切る時はこのスリコをまたロックの方に戻すと、そういった感じになってますね。で、バッテリーなんですけど、バッテリー裏面です。裏面のここに入れるようになってます。はい、こんな感じですね。これをスコンと入れて、はい、パチンと。で、バッテリーが2個付属しているので、1個切れてももう1個使えるってことは、これが結構メリットですよね。結構長持ちすると思います。その代わり、本体がちょっと大きいかなっていう気はしますけれども、非常にがっちりしてる作りですね。で、ハウジング、落としたとこに当たるであろう部分は、こういった感じでゴムで作られてますので、あと持つところこのグリップもね、ゴムになっているって感じですね。で、下には4分の1インチのネジと8分の5インチのネジ山両方切られてますので、カメラスタンドにもつけれますし、墨田式専用の三脚なんかにも直接取り付けすることが可能になっております。今まではね、1個しかネジ山なかったんですけど、どっちかというとブラケットの方に8分の5インチのネジ山が切られているってことが多かったんですけど、こいつはね、本体の方に両方ネジ山が切られているっていう感じになります。で、ポイント高いのはここですね。ここに USB Type-C の差し込み口があります。なんとこいつはですね、直接電源を取ることができます。なので今バッテリーを外しますけれども、はい、外しましたよ。今バッテリー空ですね。この状態でも USB を差し込むことによって、
はい、電源オンにすることができます。電源が取れる、確保できる場所であればバッテリーの残量にかかわらずずっと使い続けることができます。これはね非常にメリットです。長い USB ケーブルは必要にはなってきますけれども、普通の家の中だと電源取り放題なので、これがもしね現場で電源取れないよってことになると話は別で、当然バッテリーが必要になってくるんですけれども、 DIY で使うってことになればこのメリットっていうのはかなり大きいのかなっていうふうに感じます。で次ですね、ブラケットの方に移ります。でブラケットは今まで紹介していたものとだいぶ形状が違います。今までのは非常に単純なただの L 型だったんですけど、これはなんかこのね台座がね高さが調整できるようなワンランク上のブラケットが付属しております。なるほどなるほど。これ緩めた状態でこの周りのダイヤルを回すとカラカラカラっとこうやって動いてくれるんですね。で真ん中のこのレバーで締め込むとしたら動かなくなる、そんな感じのブラケットになってますね。でここには当然、本体を乗っける形になるんですけど、裏面には8分の5インチのネジ山と、あと木ネジか何かに引っ掛けられるような穴ですね。あとプラスですね、ここのネジを緩めた状態で多分これ出っ張ってる木とかにもこうやって引っ掛けられるようになってますね。これで締め込むと、で上に本体が乗っかる、こんな使い方ができるブラケットになっております。これただいつも裏面にマグネットついてたブラケットが多かったんですけど、今回のはこれついてないのかな。あとなんかここが開きそうな気がするんだけどね、ここなんか稼働しそうじゃないですか。なるほど、ここ開いてここマグネットだきっと。こうだったものがガチャッと開いてこうなるんですね。でこの状態で鉄板に貼り付けてみます。やっぱりちょっと待ってこれ今までのより硬いかもしれないこれ多分磁石の数がそもそも多いんですね。今までのより明らかに貼り付く力が強いですね。これはびくともしないです。もうブラケットが曲がりますもん。これ外す時逆に根元持たないとちょっと怖いぐらいの、これは全然問題ないでしょう。でこれ今この状態にしてみて気がついたんだけど、8分の5インチのネジ山なんだけど、これ回すことによって下に来るんですね。この状態で8分の5インチの三脚とかに取り付けられるような気がします。これパチンと磁石になってるんですね。なのでブラケットはいろんなシチュエーションに対応できそうないいブラケットが1個付属してますね。ということで使い方は以上になります。では実際に過去のレーザーとね比べてみて、こいつが本当に価格なりの性能があるのかどうか調べてみたいと思います。ということで今3台並べてみました。で今回は作業台の上にそのまま直接直置きで設置しております。で壁までの距離ですね、これを3台とも合わせた状態で設置しております。ではまたこのまま正面にカメラを変えていきます。で今壁の正面がこんな感じですね。まずデボーさんのラインがこれです。またこの消えてるラインですね。一番右の縦ラインと一番上の横ラインですね。次シグマン、真ん中の縦ラインと真ん中の横ライン、これがシグマンですね。一番左の縦ラインと一番下の水平ラインですね、これがラスゴーさんのラインになります。どうですかね、カメラ越しですけど皆さんはどう見えますでしょうか。これ今間近で肉眼で見るともうね明らかに今回のドボーさんが一番明るいです。レーザーの明るさはワンランク上なんだと思います。あまりねカメラ越しでは伝わんないかもしれないけど、垂直ラインも水平ラインも全てにおいてこのドボーさんが一番明るいと思います。で若干太めではあるんですけど、すごく線がくっきりしてるんですよね。シグマンが一番線が細いかな。でその次にラスゴーで一番太いのがドボーさんって感じになるんですけど、ドボーさん以外の2つっていうのは縁がどうしても若干ぼやけてる縁なんですよ。なんですけどドボーさんのレーザーに関しては縁もくっきり出てるんですよね。本当にぼやけてる部分が少ないというかほとんどないというか、かなりくっきりしたラインが出てますので、これどれが一番見やすいって言ったらね、やっぱりドボーさんのが一番見やすいわ。このレーザーもやっぱり太さがあるので、右側を基準にするのか左側を基準にするのか、レーザーのど真ん中を基準にするのか、それによって若干誤差が出てきたりすると思うんですけど、ドボーさんはどれでも基準にできる。はっきり言って左の縁も基準にできるし、右縁も基準にできる、センターも基準にできる。対するシグマンとラスゴーはど真ん中にしか基準は持てないですね。縁はどうしてもちょっとぼやけてるので、やっぱり近くで見ても全然違いますね。
明るさが本当に違う。で今気づいたんだけど、ちょっとカメラの位置を変えますね。これずーっと左に行くと、はい、ちょうどね白い壁が出てくるんですよ。でこの白い壁になるとよりはっきりくっきりわかるかなと思います。一番上の水平ラインがドボーさんで、真ん中にあるのがシグマで、一番下がラスゴーさんです。で距離は当然ラスゴーさんが一番近いですね。ただラスゴーさんは360度ではないので、左に行けば行くほどこうやって薄くなって、そこではもうないですね。線が途中で切れちゃってます。でもシグマンとドボーに関しては360度のラインなので、綺麗にラインが出ている状態なんですけど、それでもこのドボーさんがこの白い壁で見た方がよりくっきり違いがわかるんじゃないかな。もう肉眼で見ると明らかに一番線が濃いですね。ちょっとラスゴーさんだけズルしてこっち側に向けましょうか。はい、よいしょ。こうやるとラスゴーさんすごく明るいですね。一番距離が今近いので、次垂直ライン見てみましょうか。はい、でこのままカメラを上に上げます。はい、ウィーンと上げてきます。よいしょ。はい、どうですかね。もうこのラインまで来ると違いがよくわかるんじゃないでしょうか。で一番左ちらっと見えてるのがラスゴーさんですね。でこれ前回もお話しした通り、ラスゴーさんは正面しか照射できないので、フルラインじゃないんでね、途中で線が切れてしまいますよと。で真ん中にあるのがシグマンですね。一番右のラインが今回のドボーさんのラインになります。この垂直ラインのこの位置見ると全然明るさ違うと思いませんか。正直シグマンさんの方でも見えるんですよ。ラインは見えるんですけど、明るさの質が違うというか、ちょっと群を抜いてますよね。これ部屋全体を見てもこの違いが顕著に現れているので、やっぱりどれが一番見やすいかってなるとドボさんのレーザーが一番見やすいかなっていう感想になると思います。当然ね、外とか明るいところで使うとレーザーってどうしても見づらくなるんだけれども、その中でも見づらい中でもきっと一番見やすいのはこの一番光量のあるドボーさんのものになるのかなっていうふうに感じました。ということで企画は以上になります。はい、ということで一通り使ってみましたので、使ってみた感想をお伝えしたいと思います。まず最初に言っておきますけれども、今回ねこれ3万円オーバーの製品ということでちょっと厳しめに評価したいと思います。コストパフォーマンスっていうのもね重要な要素になるかなと思いますので、その上で評価したいと思います。まずね、レーザーに関しては自分の持っている3機種の中では群を抜いて一番良かったです。一番レーザーがはっきりしているので、作業効率っていう面ではね非常に良いかなと思います。でレーザーとか、そういった機能は非常にいいなと思いました。正直ね値段も高いので、これぐらいやってもらわなきゃなっていう気持ちは当然あるんですけど、プロの方でもこれだったら十分本当に使えるんじゃないかなって思ってます。逆にこれ以上のものってどうなんでしょうね。そのあたりよく分からんけど、本当にプロでも大丈夫みたいな感じの機種なんじゃないかなと思いました。じゃあプロの人が使うっていう上でこれないのは残念だなと思ったのがリモコンですね。シグマンさんの方はリモコンがあったので遠隔でコントロールできたんですけど、こいつの場合はいちいちこのボタンを押さないとコントロールができないと。プラス起動した時に水平ラインしか一番最初出ないので、使う時ってフルラインで一番最初から出てくれてもいいと思うんですよ。いちいちこのね垂直ボタンをねポンポンポンって3回押さないとフルラインになってくれないので、これは正直ちょっと煩わしいなって思いました。電源オンオフにするたんびにポンポンポンって3回ボタンを押さなきゃいけないので、これでリモコンがないってなると必ず本体のところで押さないといけないのでね、これはちょっとなーっていうふうに正直思いました。シグマンがね結構バランスのいい、かなりコストパフォーマンスのいいレーザー墨田式だったんで、3万円オーバーだからね正直あってもいいよねって思っちゃいました。今ちょっと嫌なところを言いましたけれども、逆にいいところもあって、USB 接続でバッテリーをね気にすることなく、長時間使用することができるっていうことで、これは非常にねいい機能だなと思いました。ただですよ、価格はプロ並み、レーザーもプロ並みなのできっとね対象はプロの人なんだと思うんですよ。もちろんね私みたいな素人でも、よりいい製品が欲しいってなったら十分検討する対象になるんですけど、プロの人はねやっぱりバッテリーを使うと思うんですよね。電源ない環境っていうのがたくさんあると思うんで、
なので正直プロに絞って販売するのであれば私は嬉しかったですけど、この USB とかの機能を取っ払ってリモコンをつけてあげた方が良かったんじゃないかなっていう風に思いました。だからちょっとね、ターゲットがどっちなんだろうっていう部分が感じられちゃったんですよね。私みたいな素人が使うってなると、最高級のレーザーなんですよ。非常に物もいいです。かなりしっかりしているので、結構これ耐久性も高そうなんですよね。ゴムのハウジングもありまして、悪いものじゃないと思うんで、そういった部分ではおすすめできるんですけど、プロの人でどうしてもリモコンが欲しいってなると、こいつ購入対象から外れちゃうと思うんですよ。でそういう人って多分いや USB なんていらねえからリモコンつけてくれよって話になっちゃうと思うんですよね。だからこの部分がちょっとターゲットがブレてるんじゃねえかなっていうふうには感じちゃいましたね。ただ物はいいですし、ちょっと値段は高いですけど、今回クーポンもいただけるってことなので3万円オーバーなんで、たった 10% オフでも3000円以上引かれるわけですよ。いくらのクーポンくれるか正直まだ分かってないんですけど、そのクーポンによってはね、当然2万円台にはなってくると思うんで、シグマンの倍ぐらいの値段になるのかな、そういった立ち位置になってくるのかなと思います。なので物としては当然一番良かったです。本当に良かった。品質も高い、はっきり分かるぐらい一番いいなっていうレーザーが出ました。今回の割引でどれだけ一般の私みたいな素人の方が手出しできるような価格になるのか、見ものですけれども、ただ DIY で使うにしてもバッテリー残量を気にせず使いたいとかね、より良い精度を出したいとか、見やすい方がいいよねっていう方はもちろん購入を検討しても全然 OK だと思います。後悔はしないですね。ただ用途によっては前に紹介した数千円のねものでも事足りるってことであれば、ちょっとコスパ悪いよねっていう話になっちゃうと思うんですよね。なのでこれこそ購入する人ちょっと選ぶんじゃないかなっていう気はしました。でも物はいいです、マジで。なので5万オーバーのレーザー墨出し機に対して本当に同じぐらいのパフォーマンスが出せてるレーザーなのであれば、正直3万円ってすごく安く感じるんですよね。それだったらすごくいいなって思うんですけど、そう思う人ってプロなんですよね。だから多分自分も含めてですけど、3万円オーバーってなると非常に高いなって思うので、どうせそこまでの価格を出すのであればシグマンについている機能っていうのは全部網羅していて欲しかったなって思いました。なのでこれにリモコンがついていて、もうレーザーもワンランク上だよっていう感じになってくると、コストパフォーマンス、満足度ですよねがもうちょっと上がってくるのかなって正直思いました。いつもね忖度なく、お話しするようにしてるので、今回はこういうレビューになってしまいましたが、物としてはいいので、気になる方は是非ね概要欄の方からリンクをクリックして商品ページに飛んでみてください。で本当に購入買ってみようかなっていう方はですね、もちろんクーポンを使ってください。その方がかなり安く買えると思います。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。